皆さんこんにちこは。んにちは。おもちパパとおもちママとおもちです。おもちです。今日ね、はい。友達ファミリーが遊びに来てくれて、ジンベエもらっちゃいました。イエーイ。初めてだね、ジンベエね。すごい思ったよりね、白のジンベエがおもちくん似合ってて、俺らのセンスじゃ絶対買わない。着てみたらすごい似合ったみたいな。センス抜群のプレゼントでした。およだー。はい、ということで今日やるのは、今日は、質問回答動画。はい、お待たせいたしおました。待たせいたしました。本当に時間かかっちゃったんですけど、水面下ではね、そうだね。計画はずっと進んでたんだよね。で、本当にたくさん質問いただいてたので、ちょっと何段階かに分けて今後、質問回答動画という形で出させていただければとそうね。思ってます。第1弾ということで。はい、で今日の第1弾は、うん1つ目が皆さんがズバリ気になっているであろうおもちくんの症状についてというのが1つ目のパートで、2つ目がようこそ違うようこそじゃないようこそじゃない教えておもちワールドね。教えておもちワールドということで、おもちくんのなんか好きなものとか、おもちくんのプライベートに関わるような、そうだね、ちょっと時間の都合上全てにはちょっと回答ができないという点ご了承いただければと思います。はい。はい、でおもちくんの症状についてとってもご質問たくさんいただいておりまして、この場で全てをご説明するにはちょっとボリュームが大きくなりすぎちゃうっていうところもねあるので、この場では QA みたいな感じで簡潔に回答をさせていただきまして、詳細の部分であったりだとかというところは別動画としてこの動画出させていただければと思ってますので、これ出した気管切開動画みたいな感じでテンポよくこの場では回答させていただければと思います。よろしくお願いいたします。おもちくんの病気について改めて教えてくださいという質問ですね。はい、こちらです。ざっとこういった症状を持って、おもちくん生まれてきました。おもちくんは目は見えているのですかという質問ですね。はい、おもちくん目はちゃんと見えております。もしかしたらちょっと悪いかもしれないっていうところは最近うすうすちょっとね思ってきたところ。視野は広いのでしょうか。広いとも言えるし、狭いとも言えるかなと私たち思っております。そんなことない、そんなことない。見ていただくと分かる通り、目が普通よりも少し離れて横の方についているという意味では、横側への視野は確かに広いのかもしれない。ただ眼球が収まる骨がないことによって眼球が奥に少し沈み込んでいるので、ちょっと上下の視野とかはそうだ、上下は確実に狭いよね。将来的にバスケとかね、パスをこうノールックで横から来たらパーンって取れる、なんかそういう風に強みに生かせてくれたらいいの。その角度取れるのみたいな。黒子のバスケの影響を受けてるね。脳や心臓には異常はないのでしょうかという質問だね。基本的に構造だったりとか血の流れっていうところには異常はありませんというふうに先生から言われております。はい。五感はどこまで働いていますか。なるほど。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、この5つだね。視覚については、先ほども言った通りで、あと機能はしております。ただちょっと目は悪いのかもしれない。聞こえに関しては、高度難聴を持っているのですが、近くで大きな音は十分聞こえていそうだし、お歌が大好きです。お歌大好きだよね。お歌が大好きですね。匂いに関してはこれはちょっと正直まだわからないというのが正直な回答。というのもおもちくんお鼻で呼吸をしていないんですね。なぜお鼻で呼吸してないのかっていうのは気管切開についての動画を見ていただければと思うんですけど、でもあるんじゃないかなって、ない理由は特にない。そうだね。味覚はありますね。あるよね。間違いなく。例えばご飯系のものよりもフルーツ系ね、甘いもの、酸っぱいものの方がお口の動きがすごく活発になったりだとかっていう様子は見受けられるので、味覚は反応してるよね。触覚についても働いているかと思います。間違いなく働いてる。そうだね。初めてのものにはちょっと恐る恐るになったり、お気に入りの布のおもちゃとかをずっと握ってたりもするので。働いてるかな。
はい。食事はどうしているのですか？おもちくんは嚥下障害を持っているので、胃ろうという経管栄養で、お腹の管から、栄養をとっています、普通の赤ちゃんと同じ離乳食をペースト状にしたもの、を、注入して食べております、はい、消化良好です歯は生えてますか？生えてますね。生えてますね。そう、1歳1ヶ月頃から、どんどん生えて、ね、まあ、ただこれに関しては顎が小さいっていうのがあるので、生えてくるスペースが小さいから、なので歯並びにはちょっと心配はあって、ちょっと長い時間かけて歯医者さんと相談しながら、ゆくゆくは矯正かな、が必要になる可能性があります。そうだね、はい、何ヶ月で首が座ったとか、今までの成長過程を時系列でざっくり教えてほしいですですね。なるほどなるほど。どう？パパで抱っこしよう。よいしょ。首座りがまず9ヶ月頃に完成、うつ伏せの寝返り、これも同じ頃で9ヶ月頃だったかなと記憶してます、まだ一人座りっていうのはできなくて、まあ 70% ぐらいかな、もうちょっとかなっていう感じです。捕まり立ちに関しても支えてあげればこう立ってられるみたいな感じではあるんですけど、一人で捕まって立ち上がるっていうのはまだ難しい、これも 70%、60%、70% ぐらいかなって、思ってます。ずりばいハイハイしないしない今後も1歳 2,3 ヶ月の頃に芋虫みたいにグッて進む感じが、初めて見られたんですね、いよいよじゃあいろんなものに突進していく月齢になったんだっていうふうに思ったんですけど、そこからなかなか進まない、でなんでかなって思って見てたら、どうやら目が悪い、目がねちょっと先のものをすぐ見失ってしまうっていう意味で、ずりばいハイハイができるポテンシャルはね十分あるかなと思うんですけど、なかなかねこうね動き回ったりしないっていう現状です。で昨日ね PT さんともそう話をしてたんだけど、ずりばいとかハイハイはもうスキップして自分でこうやって起き上がって座るとか、もう立ち上がるとか、なんかそっちに進むんじゃないですかね、みたいな感じで昨日会話をしてました。飛び級ですか？飛び級知的障害はありますか？いや、まだ分かりませんという回答になります、確定的な診断っていうのはおよそ3歳頃までになってみないと、診断っていうのは下りなくて、まあ、たださっきも言った通り、全体的に運動発達についても、遅れてはいるんですね、そうという意味では何かしら知的な遅れはあるのかもしれないなって私たちね、思っているところでもあるんですけれども、発達に影響を及ぼすような外的な要因もかなりたくさんあるなっていうことを考えると、一概に判断はできないので、まあおもちくんの個性がねどういうふうに発達していくのか、まあマイペースに育ってくれたらいいなと思ってますね。見守っているところです。はい、まだ先だとは思いますが、整形手術は考えられていますか？なるほど。本人の意思とその時の状況によっての判断になるかなっていうふうに考えてます、まあそもそもできるのかっていう問題もあるんですけど、することによって逆に生活のリスクが上がるっていう場合もあるんですよね。視力の発達っていうのは今が一番発達をする時期で、目の位置を近づける手術ができますとなった時、その頃っていうのはもう視力の発達っていうのはほぼ完成をしていると思われるんですけど、その時に例えば眼球の位置が変わってしまうと、逆に今見えてるものも見えづらくなっちゃうみたいなことがありえるんですよ。そうそう。果たしてじゃあ整形手術を受けるのが正解なのかっていうのはとても判断は難しくて、なので、本人の意思だったりだとか、よくよく相談しつつ状況を判断して考えていきたいと思ってます、人為的に手を加えるわけなのですごい元気だね。完全な自然な見た目っていうのはそもそもの話難しいお話ではあるんですよね、自分がどんなお見た目であっても自分を認めてあげられるような自己肯定感を高めてあげることこそが一番大事かなってね。そうだね、それが俺らの親としてね、お仕事かなと思ってますね。はい、ということで以上でおもちくんの症状については終わりですね。熱い暴れてるね。まだこれ折り返しだよ。で後半パート。後半パート、つまり、教えておもちワールド。ようこそじゃないのよ。ようこそおもちワールドへ。
テーマパークじゃないんだからおもちくんは本名ですか？由来は何ですか？おもちくんどうなんですか？おもちは本名ではありません。ブブーでおもちくんっていうのはうん胎児ネームでした。うんうんうん妊娠中にほんと超初期の頃だよね。超初期だね妊娠して妊娠5週とか6週とうんうんか、男の子か女の子か分かんない時代わかんないね。時期にお腹の赤ちゃんの呼び名が欲しいなってね、うん2人で話してた時におもちもちもちしてるのが俺ら好きだから大ね。好きで目がないんですよ。うんほんと白玉とか、大福と大か、福ねなんか、寝てる時のね抱き枕も抱き枕につけてる名前がもちうんもちもちなんですけど、そう愛情を込めてうん呼べる愛称かなと思っておもちっていう風に言ってたよね。呼び始めました。でその頃に私ブログも始めてて、妊娠中にブログも始めてて、でそこでおもちくんっていう風にブログで呼んでたので、その流れでそのままYouTube でもおもちくんっていう風に呼んでいます。なんかメディアによっては本名で出てたね。そうなので、コメント欄なんかで本名でおもちくんのことをそうだね呼んでくださる方も全然いらっしゃるんですけど、それはそれで全然構いませんと。おもちくんは何をしている時が一番ご機嫌ですか？家にいる時家にいる時。ね、お家大好きだもんね。まあそれで外にいる時ともう全然ね態度が違うそうよね。外に出かけて、外ですごい不機嫌でもお家帰ってきていつものプレイマットにゴロンするともうご機嫌なんだよ、ニコニコしたりね。嘘だったのみたいな、さっきのお外であんなに号泣してたのにみたいなね。あとはお歌聴いてる時とかかな、あとアクロバティックな遊びしてる時とかね。ああそうだそうだ、ちょっとやってみてよここで。いや笑ってるね。笑ってる？ちょっとかわかんないこんな感じの遊びが大好き遊びが大好き。我が家も1歳1ヶ月男児が最近自我が芽生えたのか不機嫌の日が増えました。おもちくんもいやいやみたいな仕草はしますかということですね。基本的にとても温厚なタイプだとは思ってます、うんなんですけどありますいやいやいやみたいな。お口吸う時とか。特に鼻とお口を吸引してる時はもういや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 、全然吸わせてくれない、で泣いちゃうんだよね、最終的に。そうまあでもその後すぐお歌歌ったりするとすぐニコニコってまた戻ってきて、っていう感じですね。おもちくんの最近あった成長を教えてください。抱っこした時にちょっと前までは腕をさ単純に私たちの肩にこう気持ち乗せてくれてるぐらいな感じだったのが、最近もうそうだね。ホールドが強い。本当にこれ手伸ばすしね。手をすっごい抱きついてくれるんですよ、超かわいい最近。そうなんかそのおかげでとっても安定感も増したし、そうだね。抱っこ好きなんだなって思ってすごい嬉しいしね。このホールドが始まってからめちゃくちゃ抱っこの頻度増えた。そうだね。確かに。そうおもちくんが好きなおもちゃは何ですか？まあこれは答え一つだね。せーの、ピアノ。ちょっとピアノですなのか。ピアノはね、こう目の前に差し出してあげると何が何でも弾く。絶対に弾く。何もかもどうでもいいからピアノだけは弾くみたいなね意志を感じるんだよね。ね、大好きだよね。おもちくんこんな状態ですよ。見ててくださいね。ピアノが現れたらそうだね。そうだよね。絶対弾くんだよね。ってな感じで。はい、こんな感じです。おもちくんはくしゃみしますか？これはね、ぜひヘルメットの制作をしましたの動画を見ていただきたいです。します。冒頭でかましてるんで。そうぜひ見てください。どんな？バヒューン。大馬さんみたいななんかバヒューンがね合ってるの。時間世界してるからなのかな、なんかわかんない。と音が違う気がするな。かもしれないです。まあでもぜひ見てみてください。はい、します。じゃあ次、おもちくんの体で一番ふわふわな場所はどこですかということですね。面白い質問ですね。かわいいふわふわな場所だって。ふわふわの場所ね。ほっぺた。すごいか、すごいびっくりしたね。びっくりした。びっくりしたね。ほっぺた。
いやいやそういやいやそういやいやってやってたごめんもうね柔らかいんだよねこのほっぺたがね。さっきも言ったけど抱っこですっごい抱きついてくれるんですけど、その時にほっぺたがむぎゅーってなって最高に気持ちいい、おもちくんの肌がとても綺麗に感じるのですが、どのような肌ケアを行っていますか？ありがたいことにお肌綺麗ってすごいたくさん言っていただくんですけど、まあ赤ちゃんなのでね自分の私も羨ましい限りなんですが、でも正直どちらかというと敏感肌に近いです。私がアトピーを持ってるっていうのもあって、ちょっとおもちくんもアトピー肌感があって、よくねよだれかぶれもしますし、背中だったりだとか、ちょっとおむつかぶれ一時期ひどかったよね。ずーっと治んなかったね。そううんちするたびに泣いちゃってとか、本当にね。気をつけてることで言うと、おもちくん訪問看護さんが来て平日なんかはお風呂に入れてくださるので、午前中にお風呂入っちゃうこと多いんですね。でただ寝る前になるとでも汗だくだったりもするじゃないですか。そういう時はパジャマに着替える前に、ちゃんと拭いて、でもう一度ローションつけてあげてとか、夜にお風呂にね入らないからやってるっていう、それくらいですね。敏感肌の気持ちはよくわかるよっていう感じで接しております。はい。泣く、笑う、眠い、ご機嫌、お腹空いたなど何でわかりますかという質問だね。なるほどなるほど。泣く、笑うに関しては、表情と呼吸音かな。そうだね。だいぶわかりやすいよね。そうもちろん声が出ないんですけど、表情と呼吸音で結構判断してることが多いです。結構特徴的なね、一生懸命泣くときにでね、ヒックヒックする感じ。笑う時のワンちゃんみたいな笑いが感じになるので可愛いんです。眠い時はねわかるね。わかる。眠い時ももう目をこうやってね。目をこうじゃない。こう手のひらでおもちくんこすります。そううまいこと眼球を避けて上手に目をこすったり、この辺もこうねかきむしったりとか。寝るのかなみたいな。で最終的にこうやって蓋をしてね。そう猫ちゃんみたいに自分で目にこう蓋をして寝るようにねなったんだよね。そうご機嫌お腹すいた。ご機嫌も呼吸音でも分かるし、表情でね表情が晴れ晴れしてるよね。なんかねお腹すいた。お腹すいたね。分かんないんですけど、いわゆる胃ろうだったり経管栄養をしてる子たちあるあるなのかもしれない。そんな噂を私も聞いたことはあるんですけど、お腹が空いて泣くことって基本ないんですね。そう泣いたりとかお腹空いた何かちょうだいみたいな仕草をすることがまずないんです。なので正直それはそうだ。なんかお口から今までご飯を取ってないから、お腹を空いたらご飯を食べればこれ解消するっていうのがないんですよ。生まれつきね。要求がないんだよね。だからおもしくんなりにお腹空いたら何か異変はあるのだろうけど、いつの間にか満たされてるみたいなのがずっと多分続いてて、っていう影響なのか、正直お腹空いたっていうのは判断が私たちついたことがないです。おもしくん自身も分かってるかどうか分かんないよね。これがお腹空いたら。でこういう医療ケアをしている子たちって常にお医者さんに見てもらっているので、ご飯の量っていうのは常に体重と比べて消化量などを見て細かく決めていくので、だからお腹が空いたからあげるみたいなことは基本的にはないです。はい。パパママがおもちくんと過ごして一番幸せだと感じる瞬間はいつですか？怖いフルスイングフルスイングやめといた。ありがとう。優しいね。おもちくんの顔をこうやってパッて覗き込むと、おもちくんもパッて気づいて笑顔になるんですよ。やっぱそこだよね。俺ももう間違いなくそこだね。もう嬉しいよね。最近なんか特にだね。特に最近とても笑顔が増えてきて、さらにこう近づくと肩にこうやって手を乗せるようになってきて、抱っこの要求なのかな。かわいい。そうやっぱりおもちくんが私たちに向けて何かこうね、俺が覗き込んだら頭をねなでなでしてほしいみたいな、手をねちゃんと持ってくんだよね、自分の頭の方にね。パパとママを必要としてくれてる感じ、本当に幸せだね。幸せだなと思います。一方で、寝ている姿を見るのもとても幸せかなと思います。なんかもう無防備にね、超かわいい手足を投げ出して無防備な姿で寝てる姿っていうのは、この先いろんなことが待ち受けてるだろうけども、全てをもう愛に包まれた世界で生きていってほしいっていう気持ちに包まれるん
ですよね、うんうんうんそう寝顔を見てるとねっていうね幸せを感じる瞬間があるなっていうふうに思います。はい、うんということで以上質問20問いかがでした？どうだった？あっという間でした。あっという間だった？そう、症状についてもおもちくん教えておもちワールドも多分ねもっと答えられることたくさんあるんじゃないかなと思いつつね。語り始めるとキリがないし特に本当に症状についてっていうところは例えばその発達についてみたいなところ、思うところ本当にめちゃくちゃあるので、あと細かいところについては別動画として出させていただきたいなっていうふうに思いますのでぜひぜひそちらも見ていただけたらと思います。はい、ということではい、質問回答動画第1弾以上になりま以す。上です。はい、見ていただきありがとうございました。ペコリ。ぺっこり。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。